おはようございます。たかしです。本日は2月21日水曜日、ただいま9時23分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。昨日のローソク足、上髭の陽線となっております。これは買い足では一度高値更新、この辺ですね。先週の金曜日とか月曜日のローソク足の高値更新をしてきたということなんですが、日足を見ているとこのローソク足の実体部分っていうのはこの高値ほぼほぼ揃っているのがわかりますよね。ですので買い足では高値更新をしたんだけれども、日足単位で見るとローソク足の実体はほぼ動いていないということですので、基本的には現在地付近から動けていないということですね。ローソク足のこの高値の部分同じですよね、実体部分っていうのが。ですので今はこの黄色の丸の高値、ここですね、過去のこの高値を上抜けて、そしてここに引いてある白い水平線 188.6 付近で押しを作っているところと考えております。見方によってはこれ上髭を出してますので上値が重いとも見れますし、かといってじりじりと上昇してますので底堅いとも見れます。今はそれがどちらになるのかですね。今日足のストキャスティクスは下落中なんですね。この高値圏からの過熱感解消のために下落しておりますので、このまま日足の調整下落に入るのであれば、日足の GMMA の青帯、ここにありますが187円とかそのあたりまで下落してもおかしくない。ただその中で現在は底堅い動きをしているので、ここからもう一度190円を目指して上昇するのかなという風に見えてきます。ただ上昇したところにはこの黄色のラインがありますので、これ過去の高値を結んだラインですが、その辺付近が再び天井となってくる可能性はありますので、190円を少し超えたあたりまで上昇すれば、そこで再び天井を迎えて下落する可能性は考えておきたいんですが、今この白い水平線の上で底堅い動きもしてますので、基本は上昇しやすいとは思ってますが、ストキャスティクスは今下落中ですので、やはり上値は重いんだろうなと。もう少しこのストキャスティクスの過熱感を解消後、再びこのストキャスティクスが上を向いてくれば上昇しやすくなるんですが、今のところもうちょっと時間がかかるのかなという感じがします。では次は4時間足です。4時間足には3損をイメージしておりました。その3損右肩が意識されて、金曜日から少しずつ下げてはきていたんですが、昨日はその3損の右肩の高値を超えてきましたよね。ここが日足の上髭部分になってきます。ただ4時間足で見ていると徐々に上昇はしてきておりますので、この動き今 GMMA の青帯でもサポートされてますし、このまま上昇していくなら直近高値の190円付近を目指していく可能性は高くなってきていると思ってます。ただし4時間足もストキャスティクスは今高値圏から徐々に下落してきておりますよね。ですのでちょっとここは気になるところですね。昨日はストキャスティクスゴールデンクロスから上昇、それに伴ってチャートも上昇してますが、今チャート若干下落気味ですが、ストキャスティクスも同じく下落してきている。そしてこの過去のストキャスティクスの動きを見ていると、現在はストキャスティクスが下落中ってことはチャートも下落方向に動きやすくはなっておりますので、基本は上昇トレンド中ですが、今は調整の下落に入っているという風にストキャスティクスを見ていると感じられますので、本日は下落方向にじりじりと動いていく、そんな動きになってくるかもしれませんね。ただし基本は上昇トレンド中です。 GMMA の青帯は上向きですので、下がったところは買われやすい。そして昨日のように上がったところは売られやすい。上値は重いけれども底堅い動きをしているっていうのが現在の相場です。では1時間足です。1時間足も GMMA の青帯に沿って上昇してますね。若干一昨日月曜日に下抜けたりはしてますが、4時間足の GMMA の青帯では今サポートされながら底堅く推移をしております。その中で日足の調整がまだ終わっていないので、上値は重いんですが基本的には上昇していくと考えてますので、この GMMA の青帯の向きに沿ったトレードですね。ですので今4時間も1時間も GMMA の青帯は上向きですので、基本的には押し目買いで考えておくのがいいと思いますが、昨日みたいなこういう動きですね、上がったと思ったら結構深く押してくるっていうこういう動き、今かなりの高値圏にありますので、こういった動きをしやすくなってますので、ですので買っていく場合もしっかり引きつけて、そして上がればそこで利益確定をしておくってことが大切ですね。昨日の高
高値とかはまだ意識されてくると思いますので、189.7 とか8とか、そのあたりまで本日もし上昇してくれば、そのあたりは再び天井として意識されやすくなってくると思いますので、しっかりと下がったところから買っていくことが大切です。そして売りから考えている方は、もちろんこの昨日の高値とかは意識されてきますので、そういうところから売りで入っていくことも可能ですけれども、基本的には上昇トレンドだということはお忘れのないようにお願いします。では次はドル円の冷やしを見ていきましょう。こちらも昨日ほぼ動いていないんですよね。昨日というかここのところずっとです。ほとんど動いてませんよね。昨日もそうですし、月曜日も金曜日もローソク足の実体部分っていうのがかなり小さくなっている。つまりこの上下の動きっていうのがすごく小さいっていうのがわかります。これも今、日足の調整に入っておりますので、今、ストキャスティクス下落中ですよね。過去のゴールデンクロスの位置を見ても、もう少し下落方向に動きやすいのかなと思いますので、本日も上がったり下がったりと、昨日みたいな分かりにくい動きをしてくるんじゃないかと思ってます。その中でじりじりと下落方向に動く可能性を考えておきたいですね。ただ、基本的にかなり狭い値幅で動いてますので、分かりにくい動きだとは思いますので、分かりにくいなと思ったらトレードは控えていくのがいいと思います。では、4時間足です。現在4時間足はフィボナッチリトレースメントを直近の上昇に当てております。その 23.6% 付近が底堅いという話を昨日してたと思うんですが、昨日もこの三角持ち合いを下抜けてきたんですが、結局この 23.6% が底堅い動きをしてますよね。今ちょっと反発しそうな雰囲気ではありますが、三角持ち合い下抜けてきたので、このまま下落していく、つまりこの 38.2% ぐらい、149円ぐらいまで下落する可能性はありますので、三角持ち合い下抜けから下落するのであれば149円付近まで。ただし GMMA の青帯は上向きですし、昨日下落してきてもこの GMMA でサポートされているようにも見えますので、今はどちらかがわからない状態ですので、このまま上昇していけば三角持ち合いはまた再び上抜けるような動きになってくるかもしれませんし、今はまず昨日三角持ち合い下抜けて、今調整の上昇している段階ですので、ここからどうなるかっていうところに注目ですね。下落方向をイメージするのであれば、昨日の安値を明確に下抜けてから149円までの下落の流れを見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足は昨日の下落で GMMA の青帯の下に入ってきました。そしてそこから今反発中なんですが、どうも GMMA の青帯で上値を抑えられている感じもしますよね。この GMMA を上抜けてこられなければ、先ほど言ったように149円付近まで下落する可能性が高くなりますので、その辺の動きに本日は注目。逆に GMMA の青帯の上に乗せてくれば、再びこの三角持ち合いの中に入ってきますので、その場合は様子見ですね。そこから上抜けるのか下抜けるのか、それとももしかすると大きめのレンジに変わってくる可能性もありますので、現在のところは三角持ち合いを下抜けておりますので、ここからの戻り売りが考えられるんですが、底堅い動きをするのであれば再び三角持ち合いの中に戻してきますので、まずは GMMA の青帯を本日上抜けるのか、それともここでレジスタンスされて下落するのかというこの現在地での動きですね。ここかなり重要になってきますので、その辺に注目。ここから下落するのか、上抜けてもう一度上昇していけるのかっていうところを見ておくとトレードが分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。